皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は、Python の9回目は、グラフ作成の応用と時系列データについて学んでいきます。これらの知識を総動員して、データ分析に挑戦しましょう。前回は、Matplotlibを使った基本的なグラフ作成について学びました。折れ線グラフ、棒グラフ、散布図、それぞれの使い方と特徴を確認しましたね。また、タイトルや軸ラベルなどの装飾方法についても紹介しました。今日はその応用編です。今回の目標は4つです。まず、Matplotlibで日本語を表示する方法を学びます。次に、箱ひげ図とヒストグラムを作成してデータの分布を理解します。さらに、時系列データとは何かを理解し、Pandasで日付や時刻データを扱う方法を学びます。最初に準備として、概要欄よりダウンロードしたサンプルデータを Google コラボにアップロードしましょう。ファイルをドラッグ&ドロップでコラボの左側メニューに追加します。ここからは、Matplotlibで日本語を表示する方法を説明します。Matplotlibは標準の設定では日本語に対応していないため、タイトルやラベルを日本語で書くと豆腐文字、つまり四角い記号になってしまいます。その対策として、Japanize-Matplotlib というライブラリーを使います。このライブラリーを使うと、自動的に日本語フォントが設定され、文字化けを防ぐことができます。それでは、実際に日本語表示の設定を行ってみましょう。まず、Google コラボ上で、pip install Japanize-Matplotlib と入力してライブラリーをインストールします。次に、import Japanize_Matplotlib と記述することで、日本語フォントが有効になります。実際に試してみましょう。このように日本語のタイトルやラベルを指定しても、先ほど設定した Japanize-Matplotlib のおかげで文字化けせずに表示されます。日本語データを扱う際には、最初にこの設定をしておくと便利です。箱ひげ図は、データの分布やばらつきを視覚化するためのグラフです。最小値、第1四分位数中央値、第3四分位数、最大値を表示し、外れ値も可視化できます。データの中心や広がりを把握するのに適しています。第1四分位数 Q1 は下位 25%、中央値 Q2 は 50%、第3四分位数 Q3 は上位 75% の位置にある値です。データを小さい順に並べた時の位置関係を理解することで、分布の特徴をつかむことができます。リハビリテーションの分野では、箱ひげ図を使うことで、群間の比較や介入前後の変化を視覚的に捉えることができます。例えば、新しいリハビリ法と従来法の ADL 改善度の比較や、関節可動域の変化を示すのに有効です。ここでは、箱ひげ図ボックスプロットの実装方法を紹介します。ポイントは、複数のグループを比較したいときに、データをリストの形で渡すという点です。まず、上のコードの最初の部分を見てください。インポートで必要なモジュールを準備です。Matplotlibでグラフを描くために Pyplat を読み込み、Japanize_Matplotlib で日本語表示を有効にしています。Pandas はデータの読み込みや整形に使います。次に、サンプルデータの読み込みです。df=pd read_csv 一重引用符 patient_records.csv 一重引用符。ここでは、患者データが入った CSV ファイルを読み込み、df というデータフレームに保存しています。次に、A 群と B 群に分けてデータを準備しています。グループ_A=df 一重引用符グループ一重引用符=一重引用符 A 一重引用符一重引用符 from_increase 一重引用符グループ_B=df 一重引用符グループ一重引用符=一重引用符 B 一重引用符一重引用符 from_increase 一重引用符。これはデータの中からグループ列が A の行だけを取り出し、その中の rom_increase つまり関節可動域 rom の改善度を抽出しています。同じように B 群のデータも取り出しています。次に、それらを一つのリストにまとめます。データ_to_plot グループ_A、グループ_B。このように、複数のグループのデータをリストにして渡すことで、
一つの箱ひげ図に A 群、B 群を並べて比較できるようになります。続いて、実際に箱ひげ図を描画します。plt.figure_8、6。plt、ボポトダタ_2_プロット。ラベル図1重引用符 A 群1重引用符、1重引用符 B 群1重引用符。plt. タイトル1重引用符リハビリ群別のロム改善度1重引用符。plt. イラベル1重引用符ロム改善度度1重引用符。plt. グリッドトゥルー、アクシス1重引用符 Y1 重引用符。ラインズタイル1重引用符-1重引用符。アルファ=0.7。plt. 小。ここで、plt.figureFigs=8、6はグラフのサイズを指定しています。plt.bookplot にリスト形式のデータを渡し、ラベルズオプションで各箱にラベルをつけています。タイトルや軸ラベルも日本語で設定できます。最後に plt.grid で横方向の補助線を入れると、数値の比較がしやすくなります。このようにして実行すると、A 群と B 群の箱ひげ図が並んで表示され、それぞれの中央値、ばらつき、外れ値などを一目で比較できます。リハビリ効果を群間で比較する際に、とても便利な可視化方法です。実行結果を見ると、A 群と B 群の分布の違いが一目でわかります。中央値の位置や箱の大きさから、どちらの群れのばらつきが大きいかを視覚的に理解できます。研究や臨床データの比較にとても有効なグラフです。ヒストグラムは、量的データがどの範囲にどれくらい存在するかを示すグラフです。データを階級便に分け、各階級の度数を棒グラフで表します。分布の形状や偏りを把握するのに役立ちます。リハビリでは、患者の年齢分布やリハビリ日数の分布など、データの全体像を把握するのにヒストグラムが役立ちます。左右対称かどうか、山がいくつあるかなども視覚的に確認できます。ヒストグラムは、plt.hist 関数を使って作成します。階級の数は、図オプションで指定できます。このスライドでは、patient_records.csv を読み込んで分布をヒストグラムで可視化します。このコードでは、DF1 重引用符 Age1 重引用符で全患者の年齢を抽出し、plt.hist に渡しています。ビンズ=10により、10個の階級に分けて分布を表示します。plt.title や plt.label、plt.ilabel でタイトルと軸ラベルを設定し、plt.gridTrue でグリッドを表示することで、視認性を高めています。実際にヒストグラムを表示してみましょう。分布の形状や偏り、山の数などを確認します。視覚的にデータの傾向を把握する練習をしましょう。それでは、実際に箱ひげ図とヒストグラムを作ってみましょう。patient_records.csv を読み込み、A 群と B 群の握力を比較します。また、介入後の握力の分布をヒストグラムで確認してください。ヒントとして、DF、1重引用符グループ1重引用符=1重引用符 A1 重引用符のように条件で抽出します。時系列データとは、時間の経過とともに観測されたデータのことです。通常のデータと異なり、観測された順序に意味があり、時間軸に沿って変化を追うことができます。このようなデータは、リハビリテーションの分野でも非常に重要です。例えば、以下のようなケースが挙げられます。患者の日々の歩行距離の変化。ウェアラブルデバイスで測定した心拍数の推移。動作解析中の関節角度の時間変化。スマートフォンのセンサーで取得した加速度データ。時系列データを扱うことで、患者の回復傾向やリハビリの効果を定量的に評価することが可能になります。また、異常値の検出やトレンドの把握にも役立ちます。Python で日付や時刻を扱うには、少し注意が必要です。特に CSV ファイルなどからデータを読み込む場合、日付列は通常、文字列オブジェクト型として読み込まれます。このままでは、日付の並び替えや期間の抽出、時間の差分計算などができません。例えば、2023-10-27という文字列は、見た目は日付ですが、Python にとってはただの文字列であり、日付としての意味を持ちません。この問題を解決するために、
pandas の pd.to アンダーラインデートタイム関数を使って、文字列を日付型デートタイム型に変換する必要があります。これにより、以下のような操作が可能になります。日付の小順、後順で並び替え。特定の期間の抽出例、2023年10月以降のデータ。日付の差分計算例、リハビリ開始から何日経過したか。時系列グラフの作成。このように、日付時刻データを正しく扱うことで、より高度な分析や視覚化が可能になります。以下のようにして、日付列をデートタイム型に変換します。df 一重引用符デート一重引用符イコール pd.to アンダーラインデートタイム df 一重引用符デート一重引用符。この変換により、日付の並び替えや期間の抽出などが可能になります。実行結果が右の図となります。変換の前のデートはオブジェクトになっていますが、変換後はデートタイム型に変換されていることを確認してください。デートタイム型に変換されたデータを使うことで、マトプロッティブは日付を認識し、X 軸に適切なメモリを表示してくれます。plt.procs、y の X 軸に日付デートタイム型、y 軸に歩数ステップスを指定することで、時間の流れに沿ったグラフが描画されます。plt.title でグラフのタイトルを設定し、plt. 比べると plt. イラベルで軸ラベルを日本語で表示しています。plt.gridTrue によって、グラフに補助線が表示され、視認性が向上します。このように、時系列グラフは、リハビリの進行状況や傾向を視覚的に把握するのに非常に有効です。表示されたグラフから、日々の歩数の変化を視覚的に確認できます。増加傾向や変動のパターンを読み取ることができます。時系列分析では、日付列をデータフレームのインデックスに設定することで、より柔軟な操作が可能になります。df セットアンダーラインインデックス一重引用符デート一重引用符によって、データフレームのインデックスが日付になります。これにより、df アンダーラインステップス一重引用符ステップス一重引用符をプロットするだけで、X 軸に日付が自動的に使われます。またインデックスに日付を設定することで、リサンプリング例、週ごとの平均や期間抽出例、2023年10月以降などの操作が簡単になります。plt.plot の X 軸はインデックスを自動的に使うため、コードが簡潔になります。この方法は、時系列データを扱う際の基本であり、分析や可視化の効率を大きく向上させます。こちらが前のスライドで示すコードの実行結果になります。ここでは、なぜわざわざデートタイム型に変換するのか、という疑問に答えます。結論から言うと、時間に関する処理がとても簡単になるからです。まず、一つ目の例を見てください。df アンダーラインリシェントイコール df アンダーラインステップス df アンダーラインステップスドットインデックス大なりイコール一重引用符 2023-10-15 一重引用符。このコードでは、データの中から2023年10月15日以降のデータだけを抽出しています。インデックスがデートタイム型になっていると、このように日付の代償比較がそのままできるんです。文字列のままだと、単なる文字の比較になってしまうため、こうした条件指定はできません。次に、二つ目の例です。df アンダーラインステップスドットインデックスドットダイフィーク。これは、日付データから曜日を数値で取り出す機能です。月曜日が0、火曜日が1、日曜日が6という形で取得できます。このように曜日ごとの傾向を調べるときにとても便利です。そして3つ目の例がこちら。df アンダーラインステップスドットインデックスドットマンス。これは各データの日付から月の情報だけを抜き出しています。月単位の平均や傾向を分析する際に、このように月を取り出してグループ化できます。このようにデートタイム型にしておくと、日付で絞り込みたい、曜日ごとに集計したい、月ごとにまとめたいといった操作が、たった1行で簡単にできるようになります。つまり、日付を単なる文字列として扱うのではなく、時間情報を持ったデータ型にしておくことが、時系列分析の第一歩になります。演習2では、daily アンダーラインステップス .csv を使って、以下の処理を行います。デート列をデートタイム型に変換してください。
デート列をインデックスに設定します。そしてリハブアンダーラインミニッツリハビリ時間の時系列グラフを作成してください。この演習では、リハビリ時間リハブアンダーラインミニッツの時系列データに対して、移動平均を計算し、元のグラフに重ねて表示します。移動平均は、短期的な変動を滑らかにし、長期的な傾向を視覚的に捉えるために使われます。このコードを参考にして、リハビリ時間の推移とその傾向を同時に確認できるグラフを作成してみましょう。移動平均とは、時系列データの短期的な変動ノイズを滑らかにし、長期的な傾向トレンドを把握するための統計的手法です。例えば、リハビリ時間のように日々の記録にばらつきがある場合、移動平均を使うことで、全体として増えているのか、安定しているのかなどの傾向を視覚的に捉えることができます。主な特徴。一定期間の平均値を計算し、データの変動を平滑化する。トレンドの把握や異常値の検出に役立つ。実測値と移動平均を重ねて表示することで、比較がしやすくなる。移動平均には、主に2つの種類があります。それぞれの特徴と使い方を理解することで、目的に応じた分析が可能になります。1、単純移動平均 SMA、シンプルムービングアベレージ。一定期間のデータの平均値を単純に計算します。すべてのデータに同じ重みを与えます。短期的な変動を滑らかにし、全体の傾向を把握するのに適しています。例。DF 一重引用フリハブアンダーラインミニッツ一重引用フドットローリングウィンドウイコール5ドットミン。このコードは直近5日間のリハビリ時間の平均を計算します。2、指数移動平均 EMA、エポネンチャムービングアベレージ。直近のデータにより大きな重みを与えて平均を計算します。新しいデータに敏感に反応するため、トレンドの変化を早く捉えることができます。例。DF 一重引用フリハブアンダーラインミニッツ一重引用フドットヨームスパンイコール5ドットミン。このコードは過去のデータに指数的な重みをかけて、リハビリ時間の平均を計算します。使い分けのポイント。SMA は長期的な傾向を把握したいときに有効。EMA は短期的な変化やトレンドの転換点を早く捉えたいときに有効。どちらの移動平均も、リハビリデータの分析や可視化において、ノイズを除去し、より明確な傾向を示すために役立ちます。この演習では、デイリーアンダーラインステップス .csv を使って、歩数ステップスとリハビリ時間リハブアンダーラインミニッツの関係を散布図で可視化します。散布図は、2つの量的変数の関係性を視覚的に捉えるのに適したグラフです。この場合、リハビリ時間が長いほど歩数が多いのか、あるいは関係がないのかを確認することが目的です。今回の講義では、Python を使ってグラフ作成と時系列データの扱い方について学びました。まず、マトプロッティブで日本語を表示する方法を習得し、箱ひげ図とヒストグラムを用いてデータの分布や群間の違いを視覚化しました。次に、時系列データの概念を理解し、パンダスを使って日付、時刻データをデートタイム型に変換することで、時間軸に沿ったグラフの作成や移動平均の計算が可能になることを確認しました。これらの手法を活用することで、リハビリテーションの進行状況や効果をより客観的かつ視覚的に評価することができます。